はい、実シーズです。いらっしゃいませ。今回はクラシックの曲の回になります。まあね、音楽の天才というのは羨ましいけれど、きっと本人にはいろいろあったはず。喝采を受けることもあるけれど、才能がありすぎて孤独なのも事実でしょう。ドボルザークさんもね、いろいろありました。で、このいろいろありましたということを曲にするとどうなるの？今回はそれがテーマです。ドボルザークのチェロ協奏曲、よろしくお願いいたします。正直に申し上げると、ドボルザークのチェロ協奏曲って、有名ですけど、実はね、よくわからない曲でもありますよね。僕はずっとよくわからなかったんですよ。印象的なメロディーは心に強く残るのに、この曲が全体として何を言いたいのかっていうことがね、具体的に言うとね、まずチェロ協奏曲なのにオープニングにチェロが鳴ってこないんですよ。約3分オーケストラのみ。短めのポップスなら曲1曲分ほどですよね。丸々チェロはお休みなんですよ。いきなりね、曲が始まって楽器を抱えて主役にはお待ちいただくという。なんでだってこの曲の主役ってチェロだよね。チャイコフスキーだってメンデルソンだって、まずはさ、タンタンタンとかってさ、協奏曲といえば主役の楽器をまずドーンって出して、そこからいろいろ音楽の料理が始まっていくっていうスタイルじゃないですか。しかしね、この曲は違うんですよね。初めだけじゃないんですよ。この曲のエンディングってこう静かに終わっていくんですねえ。協奏曲ってさ、チェロの見せ場の曲だからさ、最後はチェロで華麗に盛り上がってさ、こうドーンと締めていただきたいじゃないですか、エンターテインメントとして。その期待をね、答えてくれないんですよ。とっても内向的な、ほぼ独奏チェロで穏やかに静かに深く幕を閉じていくんです。最後にね、ちょっとだけフルオーケストラのフォルテはありますけど、それは文章の最後のピリオドを打つみたいなもんでしたよね。でね、なんでこういう構成になってらっしゃるの？もうね、素晴らしいメロディーたっぷりだし、もっと最初からチェロがドーンと出てきて、で、聴衆の心をわしづかみにしてですよ。最後にね、豪快に決めてくれたらね、もうこの曲無敵なのに。誰もがそう考えるし、それを実際にやろうとした人もね、いたらしいですね。しかしね、ドボルザークはそれを断固拒否します。改変して演奏してはならないとわざわざコメントまでつけてらっしゃってね。だから、やっぱ作者本人としてはこの構成にこそしっかりした意味があったらしいんですよ。でもね、その意味って何でしょうね。これがね、僕の知る限りどこにも詳しくは書いてないし、僕もずっとわからなかったところなんです。わからなくてもいいという意見もあるっちゃあると思います。曲は曲として感動すればいいだけってね。でもね、今ならだいぶわかる気がするので、それをね、この動画にしてちょっと語ってみたいっていうのが今回の趣旨でね。これつまりですね、私ドボルザークいろいろありましたという個人的なオペラみたいな曲だったんだなって今は理解しているんですよ。もちろんね、ここにはチェコボヘミア出身のドボルザークが当時の新世界アメリカに渡ったっていう経験がたっぷり込められているのは周知の通りです。有名な大曲3つね、交響曲キューバ新世界、弦楽四重奏曲アメリカ、そしてこのチェロ協奏曲は作者のアメリカ経験をもとに作られたっていうことは有名な前提ですが、でもそれだけなのか、本当にアメリカがテーマの曲なのか、そこを察するには
僕はね、少しドボルザーク本人について知る必要があると思います。ちょっとね、そこなんですけど、まずね、ドボルザークさんは、お肉屋さん&宿屋さんの息子さんで、親戚にもお肉屋さんがいらっしゃるという家に生まれたそうです。ねえ、よくわかんないですね。冷蔵庫のない当時のお肉屋さんがどのように食べられていたのか。ソーセージとかハムとか主に作っていたんでしょうかね。それちょっとわかんないんですが、まあ、はっきり言えるのは貴族の出身ではないですよね。庶民の出身です。音楽には縁があって、お父さんがツイッターということみたいな民族楽器の名手だったらしいとか、学校の先生が音楽が上手い人だったとか、音楽は身近に接していたらしいんですけど、で彼も好きで才能は早くから発揮してたらしいんですが、いよいよね、音楽を専門的に学んでいくっていうことに関しては家族からも反対かな、よく賛成しない意見はあったようだし、まあもともとね、そんなにお金は裕福ではなく、作曲作品の応募生奨学金なんかを何年も続けて受けていたりしますよね。そういう感じで苦労して音楽家を目指したわけです。でね、そんな彼を作曲家として最初に見出したのがブラームスだったらしいですね。当時の若々しいドボルザークの作品ってね、あるんですよ。ネットにありまして、ちょっと概要欄にURL リンク載せておくんで、よかったらぜひちょっとチェックしていただけるといいなと思います。モラビア二重小曲集だから、ピアノ伴奏で声楽2人、ソプラノとアルトとかテノールとソプラノ、パターンはいろいろあるんですけど、今回概要欄につけておくのはソプラノとアルトの二重小曲集ですわ。これがね、マイナー曲だからつまらないかと思ったらすごい聴きやすいんですよ。なんかね、品がいいので可憐でね、それでいてね、やっぱドボルザークらしいそことはかとなくね、生活とか土の匂いがあるんですよ。だからね、見た目は宮廷の道楽っていう体ですけれども、曲がね、それでは収まらないこの魅力があるんですよね。なんかね、人間味がちゃんと伝わってくる。それでいてそんなにテクニカルじゃないし、だから曲を歌える人だったらね、私も楽譜を手に入れてやっちゃおうかなみたいなね今回は次私たちもライブやるから来てねみたいなねそう思うやつなんですよ。さすがドボルザークさんですよね。メロディーメーカーですよ。で、この曲集が人気が出まして、でいよいよね、人気爆発するのはスラブ舞曲だったらしいですね。ボヘミアの故郷の雰囲気をボーンって出したしかも舞曲なんで、ね、リズミカルなのがね、とっても魅力的で聴きやすくて、これがいかにもこう聴衆を心をつかむ曲だったんですね。そうやってね、作曲家として成功を得たんですが、実生活はなかなか大変だったようです。結婚してね、まず3人子供が生まれたんだけれども、その最初に生まれた3人の子供は3人ともね、幼くして病気とかで死んでしまうんですね。で、この時のね、悲しみを刻んだのがドボルザークのスターバート・マーテルっていう、スターバート・マーテルっていうのはイエス・キリストが十字架で殺されてしまうことを嘆き悲しむ母親聖母の感情を描いた詩かな、文学作品、それをいろんな音楽家が取り上げて作品にしているわけです。だからスターバート・マーテルというとペルコレージが有名ですけどね、ロッシーニとかドボルザークとかいろんな人が作っていらっしゃる。で、ドボルザークもね、それを作りましてですね、で
この才能ある人が本気で悲しみを描くとこうなっちゃうのかっていうねまあすごい作品です。これも当時大人気になったらしい。で、だからねドボルザックの表面的な成功の裏には経済的な苦しさとか子供たちの死っていうね個人的な難しいことや悲しいことがいろいろあったわけですね。あんまり知られてないけど大変だったのだ。で、この結婚についてねちょっとお話が複雑っていうか深いっていうかあるんですよ。ちょっと説明させていただきますよね。時間的には前後するんですけど、まだ貧しかったドボルザックさんが生活費を稼ぐためにピアノレッスンを行っていたんですね。でその時に出会いがあったんですよ。美しい生徒さんって言っていいのかな、一人いらっしゃったすごい女の子がドボルザックが恋しちゃうので、その女の人がねどのくらいすごいかってねちょっとやそっとじゃないんですよちょっと可愛い人とかねよくいらっしゃるかもしれないんだけど、この方は後にチェコを代表する演劇女優として人気を博すんですよ。国民的アイドルになっていく人なんですね。ホセフィーナさんっていう人で、この人がいろんな歌とかいろいろある中でピアノも学ぼうとしてドボルザックにね教わりに来て、したらドボルザックがびっくりしちゃってもうラブラブになってしまって片思いしちゃうわけですけど、ただねホセフィーナさんにとってはただたくさんいる崇拝者のね男たちの一人に過ぎなかったってことみたい。だから理想の高いその時から理想の高いホセフィーナはもう国民的な女優さんアイドルを目指すためにもうねピアノ教師なんかね相手にしなかったらしいです。でもですよ実はですねホセフィーナさんには妹さんがいらっしゃって一緒にレッスンに通っていた。2人でピアノを学んでたんだけど、この妹さんとドボルザークは親しくなれて妹さんと結婚していく。このお姉さんの方はチェコ最高の女優として活躍していくんですけど、引退して後に伯爵と結婚する貴族の人と結婚 します。でも遅い結婚で子供はできなかったらしいんですけども、ドボルザック妻は、最初の3人の幼い不幸はあったけれども、その後多く子宝には恵まれて、育てていくんです。だからドボルザックが後年アメリカに渡っていた時はヨーロッパに残った子供たちの面倒をこの元国民的女優さんのホセフィーナがね見てくれていたそうです。だからそういうねもう最初は強烈な片思いだったかもしれないけど、その後身内としてね親しく生涯一緒に過ごしてきた仲間のお一人になっていくわけですな。ただねそのホセフィーナさん心臓が弱かったらしくて、40代でちょっと難しくなっちゃう。でその難しくなっちゃうのがちょうどねドボルザックがアメリカに渡っていた時でね、もうその彼女の病の報告を聞いてドボルザックとしてはもうねいても立ってもいられなかったっていうか、契約をいろいろ書き換えて、後でまたたくさん仕事するからって約束をした上で5ヶ月ほどチェコに帰国しているんですよね。春に旅立って、ボヘミアに戻ってきて一夏そこで過ごす。だから病を抱えた初恋の人とはねゆっくりといろいろ語り合ったと思います。でドボルザックはそのまま居続けたかったでしょうがいろいろ後で頑張りますっていう約束してきちゃった手前はもうアメリカに戻らざるを得ず、秋にアメリカに戻る。でその年の冬にねこの1年いろいろあった脅威でいろいろあったことを思いを詰め込んで書いたのがチェロ協奏曲だったようなんですよ。この冬に書いたので
でね、そのホセフィーナさんは年明け5月に亡くなってしまう。そのニュースを聞いてね、ドボルザークはさらにチェロ協奏曲を書き換えたとのことです。だから本当にね、この若い時の出会いからいろんなことがあった人との思いが詰まった作品なわけですよ。ね、その人の死っていうところまで含めて、しかもね、ドボルザークの状況から言って仕事で行き来する距離がすごい2つの大陸でね、当時飛行機もないわけで、その絶対的な遠さってありますからね。ねえ、大宮と南浦和とかさそういう距離じゃないんですよそこでね、心の痛みとかもいろいろ味わったと思います。で、あともう一つね、僕指摘しておきたいのが、アメリカの闇ってことね。これあんまり語られることはないと思うんですけど、このチェロ協奏曲で描かれた取り上げられたアメリカにはなんかね、アメリカの闇っていう部分も含まれている感じが僕はすごくするんです。で、ドボルザーク自身黒人霊歌などを取材していたことは知られていて、るんですが、実際にね、どの曲をどのメロディーとして使ったっていう検証まではないようです。ただね、やっぱ黒人を取材してアメリカのすごく豊かな欧州の生活から桁違いに豊かなアメリカの現実のその裏側の顔を結構よく知っていたみたいですね。厳しい裏の顔を。さすがやっぱりね、お肉屋さんの出身の方で、そういう奴隷とかね。で、アメリカの戦いの歴史っていうのもやっぱりリアルにあるわけで、独立戦争とか南北戦争とか第二次独立戦争とか銃や大砲を撃ち合ってきたリアルっていうのがその土地にはあって、黒人だけではなくて原住民の人たちとのバトルとか、原住民の人たちに対する虐殺とか、そういうこともあった上でのアメリカの豊かさだし、あと、昔のアメリカで有名なのはホーソンが描いた非文字っていうね、ザ・スカーレット・レターっていう小説もありまして、ここで描かれていたのが宗教問題なんですけどもね、新大陸なりのね、偽善と罪っていうかね、そういうのもやっぱあるっすよね。なんかね、そういうアメリカの闇もこの曲はグイグイっと含んじゃってる凄さがあるっていうのは僕の正直な感想でございます。そうやってもういろんなものを抱えてね、ドボルザークさんの恋愛から生涯からアメリカという大陸からいろんなものをまとめて一つの大きな曲にしましたっていう話ですよだからね、まずイメージ的にはね、まずはオーケストラによる旅立つオープニングって感じですかね。故郷ボヘミアとの決別から始まり、大海を渡る。で、いよいよ客船から新大陸を望むシーンでチェロが響き始めるっていう風に理解すると、なるほど、3分間のあればああいうことだったのかとわかるし、で、新大陸でいろんな悲しみを受け取ったり、時には落ち込み、時にはあえて力強く前に進むって、そうしてたどり着いたところがかつて愛したきりの姉との死別だったっていうね、そんないろいろあったドボルザークのこれが私の一生本気の全てでございますという曲と理解するとね、僕はねすごく腑に落ちたんですよ。なるほど。要するにね、これはチェロ協奏曲だけど主役はチェロではなくドボルザーク自身なんだっていうことですね。こういう意見をね、僕は他で聞いたことないし、一般論ではないと思うんですけど、僕個人はそう考えたら全てスッキリしてすごく感動しました。おすすめして、
みたい意見でございます。よろしくお願いします。で、今回のおすすめの演奏動画なんですけど、フランスのものです。チェロがゴーディエ・カピョソンさん、指揮がパーボ・ヤルビーさん、パリ管弦楽団。ちょっとねカピョソンさんってなんか名前は覚えにくいですけどね、見たらかっこよくてもう印象に残ると思いますよ。めっちゃイケメンで、まあかつてはね女子受けを狙ったプロモーションも随分やっていたみたいですけど、まあ本人は至って真面目でね、真面目な方です。使ってるチェロがね、カザルスと同じゴリフラーなんですよね。ゴフリラ。ゴフリラ。もう本当にね、カザルスみたいな音だし、表現が深いんですよ。だからストラディバリのようにね、軽々と音が出る楽器ではないけど、なんか深い表現力がすごいっす。やっぱね、演奏的にも真面目でやっぱ女子受け路線とはちょっと違ってたのかなって感じの方ですけどねで、この動画がですね、実は僕にとってね、レコードの名盤と同じくらいのね、重要な位置づけと思ってます。この動画で僕はこの曲の意味を理解することができたと思ってる。多分ね、もっとチェロコンチェルト的な、チェロが主役だぜ、この曲はチェロだぜっていう演奏は多いと思うんです。多分すごく多い。でもそういうのはね、なんか僕にとっては違うんですよね。この曲のメインはチェロっていうよりドボルザック本人の思いで、このカピュさんとパリカンの演奏はそのシーンをね、とっても深く美しく伝えてくれる優れた記録だと僕は個人的に思います。ぜひ、やっぱね、名曲ってすごいわ。ということで実質でした。何せこのチェロ協奏曲40分ある曲なので、ここでいきなりねホイットは聴けないと思いますが、まあとってもいろんなものを込められた深い美しい、すごい感動するいい曲なので、ぜひ折を見てじっくりイメージを膨らませて聴いていただけたら幸いです。ではありがとうございました。